子の熱波ラジオ12分でサウナラー。本日も12分ワンセットサウナ室から不毛なトークをお届けしたいと思います。お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします。お願いします。はい。いやなんかこの間ね、サウナの集まりがあって、サウナーの集まりがあって、ほう。そう私1992年生まれなんですけど、92年サウナ会っていうのが開催されて、ほう、92年生まれみんなですか？そうねえ、なんでそれが多分企画されたかっていうと、サウナのイベントとか呼ばれることもあったり、こういろんな施設行くことあるじゃないですか。だからこうそのさん92年同い年ですとかって言われること結構あって、なんか同い年の人多いよねみたいな、92年のサウナ多いよねってなって、なんかその会が開かれて、もうほんとみんなサウナーで、みんなで集まって。それ何人ぐらいいるんですか？92年生まれは。でもその時集まったのは多分20人 20？ いないかなぐらいの。本当めっちゃいるじゃないですか。そう、LINE 上ではもっといるんですけど、ちょっと来れない子とかもいて、そう、それに申し訳ないですよ。ほんと申し訳ないですけど、何人かサウナーじゃないと思います。いやエセサウナ入ってますよ。そんな20人も92年生まれで、サウナ集まります？いや、それがだから皆さん、サウナの本を出されてたり、絶景サウナっていう本があるんですけど、そういう本を出されてる女性だったり、あとサウナ施設をやってたり、自分の家にもサウナあったりとか、フォトグラファー、もういろんな人がいて、だから今自分はもう自己紹介がまずあって、なんか津野都です、サウナ好きですって言って、サウナオブザイヤーです。サウナオブザイヤーでしょ。なんか来てくれてありがとうございますみたいな、絶対今日来ないと思いましたって言われて、いやいやそんなドタキャンしませんって言って、そうで、なんか自己紹介していくと、皆さんやっぱ本当にちゃんとサウナーで、もう大盛り上がりの会がありまして。それサウナに行くんですか？そう、サウナ施設、ハブハブっていう御徒町にあるんですけど、あれ、それ下北にもなかったでしたっけ？今あるのかな？今もある、ありますあります。人形町とかであったり、何店舗かあるんですけど、そこで、サウナに入って隣のバーで、パーティーするみたいな。で、なんかパリピみたいなパーティーじゃなくって、いや、パリピみたいなパーティーですね。そう、それはちょっと無茶ですね。パリピじゃないですね。いやいや、そんなサウナやって隣のバーで飲もう92年生まれが集まって、それはもうパリピのパーティーでしょ。パリピかな？パリピです。ずっとサウナの話してるんですよ。いや、まあそうかもしれないですけど、ずっとですよ。2時間、2時間サウナの話だってできます？いや、12分が限界ですね。もう12分なんてあっという間ですよ、ほんと。だからそう、私もすごいなんか実は結構人見知りで、なんかこうなんか大丈夫かなと思いながら行くんですけど、やっぱみんな私も一緒だし、いい人たちばっかり、サウナの話を一生するっていうね会があって、全く不毛な話もほぼなくちゃんと熱いトークを。そうだってもう海外もう世界中回ってる子もやっぱいるし、私もいろんな国のサウナ回ってますけど、やっぱね、もうすっごい、もうなんか私なんかよりも全然詳しくて、で今日本でもサウナたくさんできてるじゃないですか。そうですね。ここ行ったみたいな、もうね、みんなに教えてもらうことの方が多くて、もうスピード感が違うんですよ。まあそうか、まあね、情報通はね、情報通だからサウナ愛強め、92年みたいな。1回だけ、僕も85年生まれで知り合った人が、私85年会ってやってるんですって言って、それこそグループ LINE でやられて、それはなんかいろんな芸能ではないかな、芸能っていうかライブ系、音響さんがいたり照明さんがいたりで、歌手が多かったかな。自分で歌あれしてるみたいな、で作家で入って、でなんか1回だけやりましたけどね、そのライブを構成して、なんか MC 的な若手芸人も85年生まれでみたいな。なんか結構年代によって
例えば何年生まれ会みたいなのを結構多分やってる人いると思うんですけど、そうですね。まあ同窓会みたいなもんじゃないですか。まあそうですね。皆さん生まれた場所とか全然違かったり、学校も違うこともあると思うんですけど、ああいうのってなんかこうあんまり私は行ったことないんですけど、今回お声掛けしていただき、なんかこういいなって思いました。まあそうですね。そのトーク内容でわからないことがあんまないですからね。そのスーパーファミコンがどうのこうので僕らの時代だったらそうそうそう。大体僕の年代で初めて男で好きになった芸能人は安室奈美恵か広末涼子のどっちかですからね。もう同世代ってことですね。同世代ですね。皆さん、なんかそういうのもあったり、なんかこう先輩後輩もないから、いきなりこう仲良くなるっていう。そう。なるほど。ちなみに同窓会は行ったことあるんですか、学校は？ないです。あるのはあったんですよ。同窓会行ったことない。開催されたことはあるんですか？開催されてはいますよ。けどなかなかその田舎徳島なので帰る機会もなくて、なるほど。なのでもうこれからはサウナー会の同窓会に、なるほどね、参加しようかなって思います。そう。なるほど。じゃあ行きましょうか。今日も行きますか。ではサウナトーク。はい。3番のフリップから不毛なお題を引きたいと思います。ではロッカーナンバー32番、エリックさんからです。ガチで鬼退治に行くとしたら動物3種何を連れていく？考えたこともないよ。確かにだから犬猿キジは相当弱いですからね。ガチで考えたら桃太郎セットね。桃太郎セットですよね、鬼退治ですから。そうですよね。いやこれは相当弱いですよ。犬猿キジより最強のパーティーどうするかってことですよね。どうします？この一番動物界で一番強いものを連れて行きますよ。いやでもバランスもありますからね。まあだから私だったらまずデカめのアフリカゾウとか。アフリカゾウまずゾウだとゾウの上に乗れるし、突進力もあるし、でかいからなんかあったら隠れれるでしょ。ゾウ強いから。ゾウドラフト1位ですか？ゾウ強いですよ。いやゾウはな、所詮パオーンですからね。いやゾウ鳴き声が所詮パオーンなんでね。確かにね、鳴き声確かにパオーンあの大きさでパオーン、パオーンはちょっと強いイメージないです。いや俺もドラフト1位絶対ゴリラですけどね。強い。ゴリラって攻撃力ある。それこそ TikTok でいろんな動物の映像とか流れてきますね。流れてくる。ゴリラってそのゴリラの檻に柵になんか猿山みたいになってるゴリラバージョンみたいな、そこにパーンと子供落ちちゃったんですよ。ゴリラ攻撃しないですからね。守る？助ける？もう子供が落ちてきて大丈夫か、でなんかちょっとわけのわからないゴリラみたいなのがなんかやろうとしたらやめろお前みたいな。すごい。そんだけの知性。そうですよね。あと澤さんゴリラ好きですよね。ゴリラ好き。待ち受けゴリラじゃなかったでしたっけ？待ち受けシャバーニですね。シャバーニ？シャバーニ知りません？イケメンゴリラ。いやそんなみんな知ってるみたいな言い方するけど、何イケメンゴリラで有名なんですか？イケメンゴリラで有名ですよ、東山動物園の。今もいる？いますシャバーニ。自分が男前だって分かってるんですから、すっげえポーズ取ってくれますよ。そうなんだ。これ正面見ないですから、これ斜めでこうやって見てきますから。いやちょっとその顔やだな。ポージング取ったらちょっとイラッとする格好とかもするんだ。イラッとしないです、もうかっこよすぎて。かっこよすぎてね。キムタクっすもん。シャバーニちょっとググってみます。それで言ったら東山動物園にもう一人いるのがドラフト2位ですよ。ラーテルって知りません？動物？ラーテル世界最強の動物って言われてる、このネズミみたいなハリセンボンみたいな。知らない。これ世界最強って言われて、これもググってください。これは何が強いって、急所を狙っていくんですよ。金玉を噛みつくんですよ。だから鬼のそう鬼の金玉をマジで狙うし、ほんと世界最強って言われてて、ガード硬いんですよ。そうなんだ。ガードめちゃくちゃ硬い。ちっちゃくて小回り利く。ちっちゃくて小回り利く。で攻撃力ないと思いきやもう急所パーンって噛みつくんで、世界最強の動物と襲えられてるのがラーテルです。これググってください。これ嘘じゃない。ラーテルね。ラーテルとゴリラ。じゃあ3番目。あとはもうあれじゃないですか。だから陸で行くかっていう、空で行くかじゃないですか。空ね。でも鬼退治って海も行くんでしたっけ？船で渡ってくるんですね。船か。じゃあ
空は何でしょうね。鷹空はもう鷹とかそう鷹とかじゃないですか。キリじゃないわ鷹とかになるのか、トンビとか。トンビね、人からしたら怖いですけどね。怖い。なんか私すっごいでっかいものばっかで、今ちょっと思ったの、なんか虎とか。虎ね。もうなんか強そうな、でかくて強そうな象と虎と、象と虎と、カバン。あとカバンも強いけど、みんなちょっと待って、それ虎とかなんか以外、足遅そうですよね。足遅い。まあ足でも速いんじゃないですか、虎とか。持久力がないですね、全員。確かに、うんでもやっぱ私は愛犬家だから、やっぱ犬は連れて行きたい。土佐犬。土佐犬強そう。土佐犬四国で俺いいじゃないですか。そうですね、土佐犬は四国ですけど、土佐犬みたいなデカめの、やっぱこう利口で嗅覚も聞いて、ちょっとこう話がわかるじゃないですか。話わかるんですか。話は、いや結構ね、結構200単語ぐらい覚えたりするんです、ワンちゃん。そう、うちの子も結構頭のいいワンちゃんで、そう、私癒しも兼ねてるんで、お相手がやっぱいた方がいいなみたいなワンちゃんかな。ブルの方の牛はどうですか。ブルの方、飼うじゃなくて乳牛じゃなくて闘牛の方の。強い、そういうデカめも入れていきたい。4種になっちゃうよいや僕だからあれ空やめてブルにします。ブルでね、だってね闘牛ですから、赤鬼の退治には持ってこいでしょ。もうほんとエリックさんすごいなんか不毛な赤鬼の退治には牛赤いのに向かってくんでねちょっと私これ振り返ってもらうと分かるんですけど、私ねことごとく澤田さんのなんかギャグかなんかをいつもギャグじゃないです、ギャグじゃない。なんていうの、おボケ、いや赤いものに突進していくからね。いっつもスルーしてるの。ほんとごめんなさい。はい、全然。みんな笑ってくれたら。いや笑わないですいいですけど、そんな大したこと言ってないんで。はい。失礼ですいません。それでは皆さん、さようなら。